段タンクの中とかなんで1人2人しか見ないんですけど、ギャップがやばいです。二次砲発見。愛の力で勝ったんで。怪我してますやっちゃったね。斉藤選手しかも優勝もう夢な、なんか今日は最高ですね。やっててよかったです。まあどっちが打ち合い強いかじゃないですかね。ボコボコにしてやるから。やってみろお前。やる以上。ナチュラルガンギバリスト、愉快痛快怪物くん鈴木宏明です。勝利のすべてが KO 決着、フィニッシュ率 100%、 瞳孔解放、完全にスイッチ入っています。ニジが見に来てくれたら絶対勝てるわ。もし意見勝った場合って返したらいい？いやまだ連絡来ないんで、はい、分かんないです。本当に試合の来るのか来ないのか、そこが一番不安な点ですね。恋も試合も駆け引きなし、戦う六本木純情派ヤーマン。闘争心むき出しで足を止めての打ち合い上等スタイル。22万円の VIP 席にはやる気スイッチ二次砲さんは訪れているのか。あ、来てます。二次砲発見。さあ気合爆上がりです、ヤーマン。いやまあ嬉しかったっすよ。来て分かった瞬間に気合入りました。観客席には君がいます。君がいれば勇気100倍、戦いで惚れさせるぜ。スーパーライジン3、打撃のスペシャリスト同士の MMA マッチ。赤いトランクスがヤーマン、そして背中白いトランクス、このビルドアップされた体、39歳怪物くんこと鈴木宏明です。さあ放送席の川尻さんどうですか。いきなりフルですね。降ってきましたね、はい、距離を取るようにするのが鈴木宏明です。さあテイクダウン狙いに来た。おー倒した。MMA をやりたいなと思って、打撃組をこう繰り返してっていう。組には来るかなと思って、やっぱ打撃は自分の方が上だなって思ってますし、向こうも打ち合い絶対付き合ってこないと思うんですので、切ってスタンドで勝負する。立ちました。後ろ背中ですね、はい、そうですね。鈴木選手外れました。さあ入れ替わったヤーマン、右の膝です。離れ際の左右のフック。さあ2分経過しています。左のローで合わせてアッパーでショートアッパー2つ。右走りましたね。前蹴りサイド、さあ始まりました。さあしばき合いです。タックル。やっぱりテイクダウンに来るドライブ。さあ背中つけさせない、立ちますよ。立った。いやくるみさん立ちますね。ヤーマン選手すごいですね。やられてしまうんですけど、すごくいいと思いますね。そのこの4つの状態でも右の肘、左フック、最後ボディフックだ。拍手を送る二次砲。左フック。一回どっかでちょっと一瞬パッて山君が飛んだような顔をした時があって、お聞いたかっていうので、このまま殴ればいけるかみたいな感じでちょっと思っちゃったところがあって、パンチの交換の中で中差し込むのが得意なんで、だからあれはやらない予定だったんですけどね。相手も左フック内側から作戦通りですね。作戦のやつですね。2人ボディ意識してますね。はい、ただまだ大きなパンチはもらってないんで、はい、ボディストレート。この鈴木選手はサイドフック左。
まずボディーストレートもありました。これ良かったですよね。ボディから攻めたの良かったですよね。これか、左ですね。左フック。鈴木選手ディフェンスうまいんですけど、ディフェンスさせない KO でしたね。あーマジか。まあまあでもしょうがない勝負ないけど、まあでも今日はまあだからね、山がおめでとうじゃないですかっていう。この超満員の舞台で俺みたいな凡人がここに立てるんで、だから最後まで諦めないで皆さん頑張ってください。僕も諦めないで最後まで通います。すごいかっこいい。感動しました。かっこよかったです。みぐるさん、つなぎました。頑張ってください。ゲームの時よりも女の子を映し出された瞬間の方が盛り上がってた。そうですね。よかったマジ。よしこれで落とせません。今回の試合は愛の力で勝ったんで。どうしたんですか。紹介もしたいっていうことなんですか。そうです。お店で紹介お願いします。通い続けてほしいです。それはあくまでもお店で。ああ、お店で。鈴木選手は最後まで通います。まあやっぱ道は長いっすね。強いってのは分かってるので、でも向こうは逆に僕がどれだけ強くなってるか分からないわけじゃないですか。そこですよね、僕の成長率、そこを見せたいかなと。勝利の女神サラ、今この歌声によってテストステロン爆上がり中の元 K1 王者、タイトルマッチへの道は切り開かれるのか、それとも閉ざされるのか。現在4連勝中、立ち技を極めし K の王者久保優太。MMA10 年以上のキャリアを持ち、シュートとライジンでチャンピオンになった斉藤といえど、久保の放つ一撃は危険。まともに被弾すれば築き上げてきた全てを持っていかれてしまう。さあ勝って勝利のビジタル背脂ラーメンを令和のシュート伝承者斉藤豊が勢いに乗る元 K1 チャンピオンを食い止めに行きます。さあまずは第1ラウンドになります。オーソドックススタイル斉藤、一方久保はサウスポースタイル。低いタックもしてくる斉藤選手に対して、どう自分の武器で戦うのか、すごく楽しみですね。そうですね、まあ、とにかく打倒曲すべてが使えるというミノフック。一切付き合わず自分の代表をやっていくと、そういう戦略ですね。まあ、思ってたよりちょっとこう懐が広いというかいうふうには思いましたね。僕がやられたら一番嫌なことを全部やってもらってるんで、蹴りの距離だからやっぱ強いですよね。そう簡単に入れないんで。意外な展開でタックルだ。組みついてきました。シングルレッグからはうまかったですけどね、前線。そうですね、いいとこ持った時にこう、まあ、これで時間使われたっていう感じですね。もうちょっと自分も 2.3 ってあればよかったですけど、
ブレイクマッチの組み手が崩せなかったですね。けど斉藤選手も悪くないです。すごくいいと思います。はい。ここで冷静に戦うからですね、お互い。この左手の使い方は抜群ですね。組んでからの状態、振っていった。さあ、止めるか、あっとまた距離をダブル入ってます。斉藤選手のパンチも入ってますね。右フックかなで1回下地フラッシュダウン気味の取ったでまあボディも蓄積してきてるっていうふうに港代表からもアドバイスいただいて指示いただいたんで、もうやることは変わらない。そいつ飲み込むんだよ。飲み込め。活性化している。おっとカウンター、蹴りを放っていった黒板、ちょっと今効いただろうという、そうそう危なかったですね。ボディに効いただろうというアピールしてました。おっとノーガードで顔を振りながらちょっとそう誘っています。リズム乗ってきちゃいましたかね。そうですね、誘っています。途中でなんか笑ってるようには見えたんですけど、まあ誘いなのかなとも感じながら、多分あれでこう出ていくとカウンターがあるのかなっていうのは感じてたんですけど、もう2ラウンド入ったら完全に距離制して、向こうはもうタックルも切られるしパンチも当たんないし、あとはもう僕はどうやって料理するかっていうふうに考えてました。斉藤組んでた、振られた。そうですね、っていきます。おっとリターンパンチ食らった。ワンツー。いやここでも攻めてこないんですよ。今突っ込んできてくれれば逆に斉藤選手組むチャンスだったんですけど、そして中さあボディ急成長しています。令和のビルコ・クロコップですよ。すげえショック、すげえショック。もう夢のなんか負けちゃいました。なかなかね負けてすぐ次って言えないんですよね、選手は。まあ勝ちと負けですごくこう大きく進んでいくので、まあ、多分久保選手は先に進んでいくだろうし、自分はどこに行くのかなっていう、はい、今はちょっと何もないですね。ありがとうございます。今回の試合で僕はライジンフェザー級の、まあ、5位ぐらいにはランキングになれた、もしランキングがあるとするのであれば、チャンピオンの鈴木千尋選手はやっぱり金原選手だったりケラモフだったりオールラウンダーには強いと思うんですよ。でも僕みたいな打撃が超特化型だったらどうなるのかなって思ってて、あとサラちゃんオーストラリアから来てくれてありがとう。やっぱヤーマン選手もそうだけど愛の力って強いですねなんちゃってありがとうございました。見事な KO 勝ち。勝っちゃったね。斉藤選手か優しいな。以上全部切ったね。テイクダウンゼロありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の試合は何点でしたか。100じゃない。ありがとうございます。100をいただきました。できなくないのって。今回の勝利で、まあ立ち技の天才の久保優太は MMA でも天才だっていうところを見せられたんじゃないでしょうか。なんかチャンピオン見えちゃったじゃん。いけそうな気がする。いけそうな気がするチャンピオンになれるかもってちょっと見えてきたらさ、なんか応援しようって思った今まで応援してなかったの。あんまり叫んでくれても。This is ローカルヒーロー真島和正。
ここから目の前に用意された敵を一人一人倒していこうと心得ています。どこを見ても人みたいな。普段タンクの中とかなんで1人2人しか見ないんですけど、ギャップがやばいです。怪我から復活したニース・グーがここからライジンフェザー級タイトル王手に向け動き出します。果たしてグラップリング対決になるのか、それともスタンドの勝負になるのか。真島選手からしたら、そしてタックルに行った真島が仕掛けた。テイクダウンできるか。右を刺していきました真島。それを分かって2戦崩していきます。ただマウントモッションになりました。肩固めだ。それを防いでいきます。ここからの安定感はすごいですからね、真島選手。フィニッシュにいけないんであれば殴るべきですよね。いいですね。肘を叩き込んでいきます。この肘有効。自分の強みを全面的に出す、組んでテイクダウン、あとは相手に合わせてフィニッシュしていくっていう。2ラウンド目にもうフィニッシュは行こうかなと思ってました。タックルだ。そしてまた競り上がって右を刺していった。さらに今払い腰の体勢入りましたが、後ろに落としていきます。そして左足を入れてまた4の字ロックを作るでしょうか。足今まで一発パンチで決まっちゃってたんで、一発狙いになっちゃったり、その待ちになってしまったのが一番あれですかね。右腕をかけたリアネイキッドチョークワンハンドからのリアネイキッド、ここから左腕かけてセットしたリアネイキッドチョークだ。練習の時から腕は殺して練習してたんで、本当に練習通り動けたかなと思います。片手使えないんでこのまま締め上げることも可能ですけど、なるほど。そしてタップだ。5連勝中のパンクラス王者を止めた真島和馬対本田戦。リアネイキッドチョークが決まりました。最後は腕ごと取られちゃったんで、妥協し続けた結果、ああいう大事なところをしっかり取られたって感じですかね。まだ明日帰ったら仕事なんで、現場があるんで、今日はこの辺でまだ勝ちます。強い真島君が見えたね。そうですね、もうやっぱ僕は徹底した方がいいですね。下手にこんなにやりよったらあれよかったよ。やられる。得意な形なんでフィニッシュできたんです。いやもういろいろ山口から背負ってきたんで2が下ろせるかなって感じです。すっきりしました。まあ僕の得意な、ルールだと思ってますし、まあそれはまあ相手も同じだと思うんですけど、楽しみですね。会場大爆発する試合を見せたいと思います。総合格闘技キャリア12勝で 9KO のハードパンチャー、原因不明の難病クローン病を発症、体調不良で何度も休養を余儀なくされる中でも決して諦めることはありませんでした。曽谷貴樹が流血 KO フィッシュのベアナックルファイト初参戦です。勇敢な者が生き残り、勝者はそこに立ち続け、敗者はマットに沈みゆく。過酷なリングに頂点に立った男、 PKFC 無敗の現役チャンピオンジョン・ドッドソンが王者のオーラを振りまきながら花道を威風堂々歩を進めていきます。レフェリーのナックルアップの掛け声とともに試合開始です。さあ試合開始、拳と拳のぶつけ合いです。目を捉えました。はい、そうですね。右のパンチが見えないはずなんで。落ち着いて下から攻めてますね。第1ラウンド、2ラウンドが終了しました。カットです。先ほどの右のフックで眉尻あたりでしょうか、左の目の上です。いや今ちょっとまっすぐ下がりましたもんね。まっすぐ下がってしまうと今のパンチが待っている。ちょっとまあフラッシュですけど、そうですね。飛び込んで右。He hit hard. He's an amazing athlete. He had tremendous heart.
タフさが本当に僕やっぱ今まで結構 KO 勝ち多いんですけど、今までこれで倒れてた右のパンチが入ってたんですけど倒れなかったなっていう、はい、結構当たってましたもんね。いや倒れないし、やっぱ折れちゃったいつやった3ラウンドぐらいでも打てねえなと思っちゃった。ドッドソンを倒すためのパンチ、それを授けられている左、ちょっともらいましたね。キャブを取りました。頭下げるとこ気をつけてほしいですね。右だ。Soya was a very strong competitor. When he hit me in the eye, it was like one of the hardest times I've ever been hit. But I'm glad that he was a game opponent because he sat there true, showed me the heart of the Japanese bare knuckle crowd. 最後の2分間が始まりました。ソヤコール聞こえてこう弱気になっちゃダメだと思って、はい、前出ないとやめました。1分経過、1分経過。もうここで終了。現役の BKFC フライ級チャンピオンジョン・ドッドソンが副市長曽谷貴樹を判定で下しました。そうで怪我してます。右の拳が折れてる可能性あります。わかりました。言ってたもんね。ここまでですか。ここ痛い。痛いですね。両方だ。こっちがそっちのが痛いね。そこ痛いよね。BKC の役員が見てて、クリス・ライトさんが見てて、すごい全然どの採点下がらないって初めてだ。全然下がってない。アメリカ乗り越えますって聞いてください。リベンジお願いします。ここまで終われないです。まあ気持ちは見せられたかなと思うんですけど、毎回気持ちばっか見せてもね、やっぱね気持ちプラス勝つところをね見せないといけないと思うので、まあ本当練習するだけですね。I can't wait to come back. Hopefully I'll be fighting for a rising title in MMA. If not, I know there's a Japanese rising star that wants enough love in BKFC, and I'm here. Thank you guys for letting me display the awesome skills of bare knuckle. I want you guys to see the brutality, the violence, and also the gore. 本当に今日っていう日を目標にずっとやってきたんで、いよいよだなって。結果出したいですけど、思いっきりいって、楽しみだけですよね。相手の打撃ボール見ていい確かにノースプライズ、気合い入れて今日は動画でに最高の日にします。めくる一門のヤングガンヒロヤ26歳です。大晦日大会大方の予想を覆しシュートの現役2冠王者新井兵をパンチで撃破。引退させてしまうとかっていう風な形にはなってしまうのかなとは思います。僕がやめられないあなたに引導を渡します。敬意を込めて。お願いします。今から19年前です。夏、大舞台でチャンスをつかんだシンデレラボーイがいました。一夜にして日本中に知られることとなったその人こそ所秀夫。俺たちの青春まだまだ終わらせねえぞ。行くぞ。所秀夫46歳、ヒロヤに負けたら即引退スペシャル。今日が終わりじゃない、今日が終わりじゃないって自分に言い聞かした。所秀夫の周りにはみんなが集まってくる。一生懸命格闘技に生きていたらいつも誰かが導いてくれた。勝っても負けてもいつも誰かが寄り添ってくれた。長く続けていると頑張る理由が出てきてなかなかやめられなくなる。だから勝つよ。家族と共に。なんだかこの2人似てます。追い込まれて大一番で逆境で勝つ2人。親子ほども
年の違う2人です。日没が迫る46歳、日の出の勢いの26歳。今ゴングが鳴らされました。しっかりプレッシャーかける。カーフで流れた。カーフもらったのが逆に良かったなと思って、って回ってぐるんって回って、それが良かっ流れてたんで、ちょっと結果的にそれはもらって良かったなっていう。内藤さんもそこを納得されてますが、さあテイクダウン狙い、前足シングルテッカー、これはさあなんでも飛んで、さあところのフィールド、さあ回転系始まるか。さあここを広谷はどう対処する。足換を狙ってくるだろうなっていうのは僕は思ってて、でも肘を思いっきり何発か本気で打ってやろうかなと思ったんですけど、その勝機があるのは寝技の方かなと思ったんで、所選手がここは立った方がいいなっていうふうに思って上手に対処されて、やばいなと思って、ちょっとセコンドの方を見て、大丈夫大丈夫大丈夫、意思確認したというか。出ましたね、これ。そうですね。あえて出してですね、教わった。ナイスカーフ。必要以上に僕がカーフを狙いすぎたなっていうふうに思いますね。ちょっと追いすぎたかなっていうふうに思いますね。平選手って攻撃したと止まる癖があるんで、カーフ打った時に右は俺がタイミングがあったのが当たると思ってたんで、それに合わせてみカーフに聞こえてました。もうなんか本当に自分一人で戦えないんで。金原正則、そして手前には初村俊一郎さんもいます。大丈夫だよ。もう一回触ってみよう。みんなに言うとパンチ感謝です。おお、広谷選手の動きが一瞬止まる際のところでノーモーションの右ストレート、カーフのカウンターだ。しかも周りの皆さんのおかげのパンチ。他がバレる。ここで負けるかっていう感じですね、正直。いやー、うまいこといかんっすね、人生。すいません、所秀夫です。なんで謝るんだ。奈々ちゃん誕生日おめでとう。病気治していっぱい好きなところ行こう。体と行こうね。すいません、ありがとうございました。5万人の方の前で子供のいい思い出になればいいし、奥さんの特効薬になればいいと思うし。試合中こっち見ないでもらっていいですか。なんかあったのかと思うんだよね。助けてくださいって言ってほしいさ。助けてくださいですよ。今日で最後になるかもしれないと思ってたんで、本当に大好きな格闘技を続けられるっていうことが彼にとって本当に嬉しいことだと思います。今日は最高ですね。やっててよかったです。
けでよかった。僕らがもう疲れました僕らがもう疲れました。もう一回つけて代々木につないだんでめちゃくちゃ嬉しいです。まあやっぱよく言えば一緒の大会出たいですよ。また一緒にタイの修行も行きますか？行きましょうって言ったら断られました所秀夫の周りにはみんなが集まってきます。いやー46歳踏みとどまりました。